はい、それでは今回は尊虚の型について、説明していきたいと思います。本日はアシスタントをしてくださいますマリアさんと一緒に紹介していきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。尊虚には大きく分けて2種類あります。一つが閉じ尊虚、体育座り尊虚とも言われてますけども、この閉じ尊虚とあとは開き尊虚ですね。はい。で、もともと尊虚っていうものはいろんな動画とかでも健康について語られてることもあったりするんですけども、その尊虚、三点倒立、お散歩、実はあの3つをするだけで70歳とか80歳とかになってもこう腰が曲がって歩けませんみたいなことに実はならないぐらい健康面としても価値のあるメソッドなんですよね。そうなんですか。はい。で、その閉じ尊虚というものは多分普段あんまり見る機会はないと思うんですけども、神社、お寺とかにいる巫女さんってわかります？巫女さん、白い服着てるような、はいはい、見たことがある。あります？はい。あの人たちが、行事事の時に構えたりするような構えが閉じ尊虚とも言われてるんですよね。はい。それとあとは開き尊虚だと剣道ですね。剣道の試合前にこうやって構えてるの見たことありますか？私も一応やってました。剣道じゃないですけど、はい、別の暴力系、もう武道系を習っていたと。そうです。そうなんですよね。その時でも結構そういう型とか習うと思うんですけども、その尊虚では一番初め試合が始まるのは尊虚、開き尊虚という型から始まるんですよね。その今回は閉じ尊虚と、開き尊虚について2つの型を細かく説明していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。では早速閉じ尊虚の型について説明していきたいと思います。まず一番初めに足指から始まります。まずは足指、親指のところをしっかりこのようにつけて、かかともしっかりつけます。この時に外反母趾があると親指が曲がってしまうので、外反母趾がある人はまずは外反母趾から直していかなくてはいけません。その次に足指の尺取りです。この状態から尺取りにグッと力を入れて、このように尺取り虫みたいな感じでしっかり畳を噛みしめます。この時に指が流れてしまわないように気をつけてください。もう少しこんな感じですね。はい。では足指が準備できましたら、そのまま膝を閉じてしゃがんでいただきます。ぐーっとしゃがんでいきます。はい。体がこの時に傾かないようにまっすぐに真ん中に正中道というものが立つように構えていきます。横から見るとこういう感じになってます。耳、肩、腰、かかとが一直線になるように構えます。そして膝の角度が90度になるように構えてください。続いて太ももです。太ももはこのようにしっかり閉じてください。閉じるときには股関節、仙骨をグッと反って鼠径部のところを奥に入れ込まないと太ももをしっかり閉じることができません。これで大丈夫です。このようにしっかり閉じていただきます。続いて仙骨です。仙骨はここの、腰腸骨の後ろのところ、腰椎4番5番のところから腰を上に反っていきます。はい、この部分になりますね。で、このようにしなりができるように構えてください。続いてみぞおちの出しゃばりです。この仙骨が腰椎4番5番から反れずに1番2番から反れてしまうとみぞおちが出しゃばってしまいます。これは正しい例なんですけども、じゃあみぞおちをこう出してもらっていいですか？こういう感じになります。みぞおちが出て腰が反り腰に変わってしまいます。これでは、正しい型ではありません。まっすぐ線が立ちますので、みぞおちを閉じてもらって、はい、腰椎4番5番から反れるようにこのような形で構えてください。続いて、肩、肘、手首の構えになります。でまずは手首の位置ですね。手の形は一回じゃあ一緒にやってもらっていいですか？お水をこうすくうような形で、はい、このような形でつぼみを作ります。この位置です。この位置になって手首がこういう風になってしまわないようにしてください。こうではなくてみぞおちのところでこの角度です。でここがしっかりつくように構えます。で手の位置が正しい位置に来ると肩の肘の力も自然と抜けて正しい位置にやってきます。はい。では下から順番に積み上げてきて、一番最後は顎の課題です。顎がこれは今正しい位置です。マリアさんはしっかりこの眉間のところから顎を後ろに引いてきます。これが悪い、例ですと顎が前に出ます。前出してもらっていいですか？そうですね。でもうちょっと前にこう頭をグッと、こういう形ですね。顎が上を向いたりとか逆に下にしゃがんで下を向きすぎてる、下向きまくっていいですか？はい、下を向きすぎてる、これでは正しくありません。これは恐竜脳って言って、全く正しい方ではありませんので、しっかり眉間から正しい位置に、はい、このように構えます。これでまっすぐに真ん中に1本線が立つ。これが正しい閉じ尊虚の型になります。続いて開き尊虚の型の説明になります。
開き尊虚は、少し足をハの字に開いてもらっていいですか。そうですね、これぐらいに開いてもらって、これは人によって骨格によって構えの幅は違うんですけども、基本はこのハの字の形に構えていただいて、体育座り尊虚と同じ形ですね。まずは外反母趾がないかをチェックして、爪の羽がないのかをチェックして、で足指の尺取りができているかをチェックして、この状態まで構えることができたら、そのまま、しゃがんでいただいていいですかね。そのまま膝をこことここまっすぐになるように、このようにしゃがんでいきます。これが開き尊虚のスタンダードの形で、これじゃあ手を構えてみます。じゃあこれです。はい、最終的にはこの形になります。続いて開き尊虚の足首です。開き尊虚の足首も、閉じ尊虚と同じで、ここが90度になるように。ダメな例はこれを少し上にしてあげてもらっていいですか。これはダメですね。これは仙骨硬かったり足首硬かったり鼠径部の入れ込みが甘いと、そこら辺の部分が硬いと膝は上がってしまって上半身が後ろにこういう風に反れてきてしまいます。なのでそれがなくなるように、はい、仙骨を反って足首を柔らかくして、ここが90度になるように構えます。続いて膝の位置になります。重心がどこに乗ってるかというポイントになります。重心の乗り方が人差し指と中指の間に重心が乗るように来なきゃいけません。なのでこれは正しい例です。悪い例は小指の方に重心が乗るんですね。こういう感じです。外側に重心が乗ってしまうっていうのはイコール膝が外に開いてしまっているからです。なので膝を内側にグッと寄せてきてもらうことによって人差し指と中指の真ん中に重心が乗るようになります。続きまして仙骨の反りとみぞおちの出しゃばりについてです。これもさっきの閉じ尊虚と同じように腰椎4番5番からしっかりこのように反れるように構えてください。仙骨をしっかり反るためには鼠径部の柔らかさ、あとは仙骨の柔らかさ、そして足首の柔らかさと足指の尺取りがしっかりできないと、このようにきれいに仙骨を反ることはできません。で、きれいに仙骨を反ることができれば自然とみぞおちも牽制することができます。腰椎4番5番から反ってこのように真ん中に1本線ができるように構えます。続いて肩、肘、手首の課題になります。手の指の形はこのような形で親指が薬指より少し上に来るような形で構えてください。そしてこのようにきれいに指は全部ピンと伸ばします。ダメな例は指を丸めてしまうことですね。はい、指先までこれは意識できてません。しっかり指先まで意識して伸ばして、中指とこのところを意識して外側にグッと、はい、広げていきます。まずこことここのところを意識して外にぐーっと広げていきます。でちゃんと広げてこのところが指1本から2本ぐらい空くような形に構えてください。そうすることによって肩の位置も自然と下がってこのような綺麗な形になります。続いて顎の課題になります。閉じ尊虚と同じように顎がこのようにしっかり引けているのが目安になります。ダメな例はさっきのように、まず上をじゃあ向く形ですね。はい、このように上を向いてしまう形、これは良くないです。あとは下を向きすぎてしまう形、これも下を向きすぎです。そして顎が前に出てる形、はい、このように顎が前に出るのも違います。しっかり眉間から引いていただいて、耳、顎、肩、背中、足首が一直線になる。この形が開き尊虚の綺麗な型になります。はい、以上で閉じ尊虚と体育座り尊虚の説明は終わりになりますけども、今回はパパッと型について説明をさせていただきました。もっと詳しく尊虚の型、あとは尊虚の成り立ちや歴史が知りたい方は概要欄から見てみてください。はい、マリアさん今日はいかがでしたか？あ、小脇さん。はい。足は死ぬほど痛かったんですけど。はい。でも実際にちょっとすっきりしました。すっきりしましたか？はい、今言ってくださった通り、尊虚には見た目以上に痛いんですよね。この痛みがあるっていうのが、そのヨガやマインドフルネスとは違った部分になってて、こうやって足に痛みがあることによって、僕らの頭の雑念っていうのが実は消えて軽くなってきます。そういう感じはなんかありません？すっきりしますよね。軽くなりましたね。軽くなりますよね。それが本当尊虚の効用っていうものになっていて、それが集中力のアップにもつながってきます。本当ですか？はい。なので頭がこう頭重心っていうんですけど、頭がボワボワってなってきたら尊虚をすることで足に痛みが生まれて頭に上ってた血がスッと下に降りてきて集中力が上がってくるっていう実はこうメカニズムになってるんですね。やりますね。はい、チャンスを見つけては今日型を覚えたので尊虚やってみてください。ありがとうございます。はい。じゃあそれでは今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。
体について理解が深まりましたか？下腹重心や尊虚についてもっと知りたい方は下の概要欄から見てみてください。はい、体についてもっと学んでいきましょう。